どうも、MBTI の本を参考に日々いろいろなことを考えています。R です。MBTI の EI 指標って本当に社交性の問題なのと思ったことはありませんか？今回はそんなよくあるけどステレオタイプにつながりそうなイメージと MBTI の EI 指標を比べながらお話ししていきます。前回の SN 指標編では直感 N だけが目に見えないものに注目しているという誤解が強いけど、実際は他のタイプも目に見えないものに注目していることがあるというのが大きなテーマでしたよね。今回はどんなイメージが出てくるでしょうか。見ていきましょう。イメージ1、気が強いから外交 E、気が弱いから内向 I。このイメージは TF 指標でも出てきたのですが、イメージだけ見ると外交で思考 T になるタイプが気が強いと思われている傾向が強いということなんでしょうね。違うというなら、じゃあ気が弱いのという両極端な話になっていきそうですが、気が強い弱いという主観的なイメージで分かれる指標ではないんですよね。とはいえ確かに外交 E で思考 T になる4タイプは気が強いという印象になりやすいタイプでもあるかもしれません。じゃあ気が強いって何なんでしょうか。気が強いと言われるためには自分の内界での考えだけではダメですよね。それを言葉や行動として外界に表現することで初めて誰かの目に触れて、そしてその誰かが気が強いなと感じた場合に気が強いなと思われることができるということですよね。この流れの中で MBTI の指標が関係ありそうな部分は自分の内界での考えの部分です。つまりそれだけでは気が強いとは思われないぞの部分が MBTI の分類なんですよね。とはいうものの外向内向の違いは思考の作業スペースの違いとも言えます。内向タイプは自分の内界と言われる精神世界で考えを進める傾向が強く、外向タイプは外界と言われる現実世界に言葉や行動として表しながら考えを進める傾向が強い。じゃあ外向タイプは自分の内界での考えがないんじゃないかという疑問が湧いてくるかもしれません。まず僕のイメージの話をすると、外界での考えというものは存在しなくて、考えは内界にあるものだと考えています。それを外界に言葉や行動として表現する。ここには違いがあると思うんですよね。だからあくまで考えは内界にあるもの。それを外界に出すときは言葉や行動という代替品を使うみたいなイメージを持っています。じゃあ外向タイプの作業スペースが外界にあるというのはどういうイメージかというと、内界での考えを内界で直接考えずに一回言葉や行動という形に変換して取り出してから作業をしている。そして終わったらまた内界に戻すというイメージです。だから内向と外向の作業スペースの違いのイメージというのは、内向タイプは考えが内界にあるまま作業を進めるのに対して、外向タイプはそれを外界に引っ張り出してきて作業している。そういうイメージです。つまり気が強くて思ったことを何でも言うタイプが外向なわけでも、気が弱くて思ったことがあっても言えないタイプが内向なわけでもなく、思考を処理するときに内界と外界のどちらで作業をしようとするのかが MBTI の EI 指標だということです。だけど外向が思考の作業スペースが外界にあるのなら、外向は思うことを全て言うんじゃないかという疑問が生まれますよね。ここでまた考えたいのは、あくまで思考の作業スペース、パソコンで言うと CPU が外界にあるというイメージについてです。だから今まさに作業を進めている考えについては確かに外界に出力して考える傾向が強いと言えると思います。だけどすでに考える作業が終わって記録されているデータもありますよね。そういう記憶については改めて作業する必要はないので、今から作業するために引っ張り出すという必要はないんですよね。
だから行動を誰かに評価されることで初めて決まる気が強いか弱いかという基準で EI 指標を考えるのは難しいんじゃないかなと思います。今後各タイプの主機能補助機能のうち内向になっている方の考え方は記憶の形だという考え方で違いについて考えてみるシリーズも予定していますので、そこで改めて記憶の違いについて考えてみましょう。イメージに話しているから外交いい、黙っているから内向愛。どうしても外交は社交的、内向は孤立するというイメージが強いですよね。だけど MBTI のタイプは外界に見える様子、立ち振る舞いや言動の特徴によって分類されるわけではなく、内側でどんな処理のプロセスが進む傾向があるのかの違いですよね。だからその同じプロセスが進みやすい人たちは外界に見える様子、立ち振る舞いなどにもある程度似ている部分が出てくるけど、それは結果の話で、そもそもの分類は内側でのプロセスの違いの分類だということなんですよね。僕が MBTI を見てきて思うのは、どのタイプにも社交的な人はいるし、どのタイプも自分とタイプが遠い人の中に入ると孤立するということです。MBTI の本にも出てきた MBTI のタイプが近い人同士が一緒にいることと、遠い人同士が一緒にいることの違いをご紹介しようと思います。まずタイプが近い人同士は考えのプロセスが似ているので、言葉少ないに分かり合える傾向が強くなる。その反面苦手な考え方も近いので、同じように苦手な場面が少し得意な人に負担がかかりやすくなるという特徴があります。つまり考えのプロセスが似ていることから、自分の考えを全て言葉で表現しなくても考えを共有できることが多くなる。だけど苦手とする考え方も似ているので、そのどちらの人にとっても苦手な場面が比較的得意な人があくまで得意ではないにもかかわらず対応せざるを得なくなり、負担が集中する傾向が強くなるということなんですよね。それに対してタイプが違う人同士の場合は考えのプロセスが違うので、分かり合うのに時間がかかる場合が多い。考えを説明するのも一筋縄ではいかない場面も多くなりやすいです。だけど相手の苦手な場面は自分は何でもない、自分の苦手な場面は相手にとって何でもないという考えの違いになりやすいので、自然に助け合う状態になりやすいということだそうです。確かに MBTI の心的機能を考えてみても、主機能というそのタイプが一番自然にたくさん使う考え方と、劣等機能という一番馴染みのない苦手な考え方は正反対になっているので、タイプが正反対だとお互いに主機能と劣等機能を入れ替えたような序列になります。ただそのくらい思考のプロセスが違うということでもあるので、お互いに分かり合おうとするときには、その分タイプの違いを意識して相手に伝わる言葉を選んでいく必要があったり、相手の話をじっくり聞いてお互いの違いを日々認識し合うことが必要になる場面も多いということです。この辺のことについては基本的認知スタイルシリーズの各タイプを比較してみた回も概要欄からぜひ聞いてみてください。こうなってくると考えのプロセスが近い人同士がいるところにポツンとプロセスの違う人が置かれてしまったら、どうしてもプロセスの近い人同士の痛快な会話、つまりあうんの呼吸のような会話についていけなくなることは想像に難くないですよね。だからある一場面をとって今話しているから外交いい、今話していないから内向愛という基準では EI 指標はわからないということですね。イメージ3、うっかりしているから外交いい、しっかり者だから内向愛。これは JP 指標にも持たれがちなイメージですよね。なんとなく外交いいの方が騒がしく、内向愛の方が物静かという印象があるようです。確かに周囲に与える印象という分類で内向タイプになる IJ のタイプは物静かという印象になることも多いようです。ただこれは本当に印象の問題であって、
本人が意識的にしていることの違いなわけでもないし、あくまで MBTI のタイプが与えやすい印象のことだけを指しているんですよね。だからパッと見た目でどう思われるという意味での印象というより、しばらく付き合っていった後、考えや行動などを観察した結果として物静かなタイプと思われるというイメージに近い意味での印象なんですよ。MBTI が考え方の分類だからですよね。そして外交はうっかりしているのか、内向はしっかり者なのかという話ですが、まずうっかりとしっかりの違いが大事かなと思います。うっかりは要するに注意力不足のこと。うっかり電気を消し忘れてしまったとか、うっかり持ってくるはずのものを持ってこなかったというような様子ですよね。しっかりは確かであること、信用できる様みたいなことです。しっかりしているから心配しないで済むなとか、すべて一人でこなせてしっかり者だなというようなことです。つまりこのイメージは、外交は注意力が不足していて抜け漏れがある。内向は確かな意思を持っていて信頼できるというイメージになっているということです。結論から言えば、どのタイプにもどちらの状態の人もいますよね。誰にでも注意力が不足する状態のことだってあるし、確かな意思を持って信用できる状態のことだってありますよね。そういう状態の人がいることは確かですが、MBTI の分類そのものは生まれながらの考え方の傾向を見るものなので、特定のタイミングで外界に表現される状態について分類されているわけではないんですよね。あくまで内界での思考のプロセスの分類だということを改めて考えたいですね。ただ MBTI の話の中で状態の話はよく出てきます。MBTI のタイプの特徴として挙げられるものは、基本的にその人の考え方が一番バランスが取れた状態と言われる穏やかな状態でいられている時のもので、だけどそれと同じように各タイプいろんな状態のことがあるよっていうことがよく取り上げられるんですよ。それは MBTI が生まれながらのものだから、そのタイプがいろんな状態になる時のことも想定されているということじゃないかなと思います。この辺のことは概要欄から MBTI という宇宙シリーズの序列の回なども参考にしてみてください。ということで今回は外交内向の EI 指標についてよくあるイメージと MBTI の指標を比べてみました。EI 指標は他の TF 指標や JP 指標とセットでイメージを持たれている傾向も強く、単体ではあまり強いイメージはないのかもしれないですよね。次回は判断的態度 J、知覚的態度 P の JP 指標です。決めつけるのが J でしょう？や優柔不断なのが P だというネガティブなものが特に多い印象もありますが、実際はどうなんでしょうか。ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。